今度は X500 の方に試乗しています。私としては完全な排気量違いで、先ほど乗った X350 とこの X500 はそんなに変わらないのではないかとイメージしていたんですが、この予想も大外れという感じです。それでは今回試乗したハーレーダビッドソン X500 の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2135mm、シート高は 820mm、最低地上高は 153mm、レーク角は 24.5 度、トレール量は 100mm、ホイールベースは 1485mm、タイヤサイズはフロントが 120/7017 インチ、リアが 160/6017 インチ、車両重量は 208kg となっています。エンジンは水冷4ストローク4バルブ DOHC、 ボアストロークは 69mm×66.8mm で総排気量は 500cc、 圧縮比は 11.5 で最高出力は47馬力8500回転、最大トルクは 46Nm 6000回転となっています。クランクの位相は360度でトランスミッションは6速リターンです。メインフレームはスチールパイプによるダイヤモンドタイプですが X350 とは構造が全く異なります。フロントフォークは倒立タイプで伸び側のダンパー調節が可能です。リアはリンクを持たないシンプルなショックアブソーバーとスイングアームの組み合わせ、こちらはプリロード調節、伸び側のダンパー調節が可能です。フロントブレーキはセミフローティングタイプのダブルディスクブレーキ、キャリパーはラジアルマウントの対向4ポット、リアのディスクブレーキには片押し式の1ポットキャリパーを採用しています。タンク容量は 13.1 リットルで形状はご覧の通り、350同様デカールの上からのクリア塗装は省略されています。シートのデザインはご覧の通りで厚みがあるように見えますが、ウレタンの感触はやや硬めとなっています。計器類は350同様シンプルなスピードメーターのみの構成となっています。液晶表示部にはエンジン回転数、オドメーター、トリップメーター、時計などの表示機能があります。透過器類はすべて LED 式となっています。まずライディングポジションが全く違います。今私が乗っているこの X500 の方はこれもテーパー形状のハンドルバーを採用していますが、先ほどの X350 と比べると明らかにグリップとグリップの間隔は広くなっていて、いわゆるアドベンチャーモデルのそのテーパー形状のハンドルバーをほんの少し短くしたぐらいの、それぐらいの感覚ですね。このグリップを握るとライダーの上半身はほんのわずかに前傾していますが、先ほどの X350 と比べるとどちらかというと直立状態に近い。このステップの位置もまるで違うんですよね。先ほどの X350 はちょっとバックステップ気味、後ろにステップがついてるよと言いましたが、このモデルはそれほど後ろじゃないんですよね。オンロードのスポーティーなモデルとしては、私は標準的な位置にステップはあるのではないかと思います。その関係もあってこのように今両足をステップからまっすぐ上に持ち上げているのですが、どれぐらいですかね、7、8センチは上がるので、明らかに先ほどの X350 よりはこちらの方が膝周りもゆったりしているという印象です。ここはトンネルなんでエンジンの音がよくわかると思いますが、こんな感じでエンジンフィーリングとしては先ほどの X350 のエンジンを、そのまま排気量を大きくしたような、そんなフィーリングであるわけなんですが、こちらの500の方のエンジンもよく回ります。先ほどの X350 の方は本当にモーターのように回るというフィーリングだったのですが、こちらの X500 の方は排気量が大きくなっている分、ややツインっぽい面もあるかなという気もしますが、それでも一般的なツイン、特に360度のクランクを持つツインと比較すると、このエンジンも相当にスポーティーであると私は思います。でこのエンジンも先ほど少し回しましたが、この感触は本当にこれで360度クランクの並列に気筒エンジンなんだろうかと
いう感じがします。それぐらいよく回る。そしてこれに関しては先ほどの X350 と同様ですが、そのいわゆる360度クランクを持つ並列2気筒エンジンというと、このドコドコしたようなそのエンジンのテイスティーな味わいを想像する方もいるかもしれませんが、そういったものはもうほぼないといった感じです。ある意味ではですね、そういったハーレーというブランドに対してイメージするそういう固定概念というか既成概念を完全に打破するような乗り心地、乗り味であると思います。こちらの方がやはり排気量が大きい分、スロットルをパカッと開けた時の前への出方が相当鋭いなといった感じです。ここも相変わらず混んでいますので、このモデルでも意地悪してこの速度でトップギアで走ってみましょうか。今速度30キロ台でクラッチから完全に手を離してノロノロと走っていますが、30キロ台も前半となるとスロットルの開け始めで若干ガタガタしましたが、そこを超えるとまだ40キロにも到達していない状態でトップギアでもエンジンは一切ギクシャクすることなく回り始めたという感じ。この辺りの、低回転域から高回転域までエンジン負荷の高い領域のその守備範囲の広さというのは先ほどの X350 とこの X500 とではほぼ同じぐらいといった感じですね。車体や前後のサスペンションも違うと思うのですが、このようにちょい乗りする限りではこの X500 の方が安定性重視といった感じがします。今40キロそこそこですが、この状態からこれトップギアですから、トップギアのままこう開け直していくだけでもう40キロ台からであればエンジンの方は一切ギクシャクすることなく普通の走行状態になったという感じ。もしかしたらこのモデルも大型免許を取り立てのライダーに注目してもらいたいという意図があるのかもしれませんが、大型免許の、取得者であればそういったストップ&ゴーはある程度慣れているとは思いますが、いずれにしてもエンジンのその負荷の高い領域でも守備範囲がめちゃくちゃ広いというのは、誰にとってもねメリットは大きいのではないかと思います。では少しエンジン回してみます。3速ですね。エンジンは本当によく回ります。先ほどの350の繰り返しとなりますが、これで本当に360度クランクなのかと言いたくなります。こうして回すとやはり3気筒エンジンにフィーリングが近くなってきます。いや、人によっては4気筒に近いと感じる方もいるかもしれないですね。いずれにしてもエンジンは 500cc の並列2気筒エンジンとしてはとてもパワフルかつトルクフル。前後のサスペンションに関しては X350 と比較するとより固めかなと私は思います。先ほどの X350 よりもよりストロークしている感触が少なくなっているような感じです。またシートの座り心地も少し固めなので、こちらの方がですね若干 X350 と比べると、よりハードな乗り心地になっていると思います。今赤信号でブレーキを握りましたが、フロントブレーキは明らかに X350 よりも効く設定になっていると思います。もしかしたら音声でもローターにパッドが食い込む音が取れたんじゃないかと思いますが、そんなね音がするぐらいなので相当食いつきもいいフロントブレーキという印象でした。はい、じゃあ今度はリアブレーキだけで止まってみます。はい、
リアブレーキは結構ペダルの踏み応えはあるのですが、効き加減としてはマイルドに調整されているかなという感じ。もちろん実用的な制動力はありますが、どちらかというとスーパースポーツ的にリアホイールの回転を制御するためのものという印象でした。いや、それにしてもこのエンジンは本当によく回ります。X350 の時もコメントしましたが、360度クランクを採用している並列2気筒エンジンということで、燃焼自体は等間隔になる、これが少し3気筒らしい味わいになっている一つの要因ではないかと思います。この排気音からもなんとなくわかるんじゃないかと思います。先ほどと同じく少ししゃがれたようなドライな排気音が聞こえてきますが、燃焼間隔としては等間隔。こうして乗っていると、このバイクがハーレー・ダビッドソンのブランドを背負っているとはとても思えないですね。それぐらい既存のハーレーとは全く違う乗り味と言ってよいと思います。先ほどこのモデルの姿を撮影しながらしげしげと見ていたのですが、前後の足回りやメインフレームなどの構成も X350 とは全く違うもののようですね。X350 よりも若干乗り味は硬質に感じるとコメントしましたが、そういったメインフレーム、前後足回りなどの違いが大きく影響しているものと思われます。今日はこういった市場環境なので、このモデルのコーナリングがどうなのかということについてはコメントできないのですが、首都高の緩やかなカーブを通過する限りは、先ほどもコメントした通り X350 と比べるとですけども、このモデルの方が安定性重視であると思います。またこのモデルの方が若干ライディングポジションもアップライトですし、ハンドルバーの幅も広いので、ロングツーリングに出かけるという方の場合は、もし免許が許せばこちらの X500 の方がいいかもしれないですね。ただ350の方は排気量が小さい分思いっきり回せるというメリットもあり、大型免許を持っているから500と単純に選べないというのがなかなか悩ましい部分ではないかと思います。私は大型免許を持っている方でもこの X500 と X350 を両方試乗してみれば、乗り味としては X350 の方が好きだという方も相当数いるのではないかと思います。もちろん普通二輪免許を持っているという方は X350 ということになろうかと思いますが、大型免許を持っていてこのハーレーの新しいシリーズを検討しているという方は、ぜひこの X500 と X350 両方試乗していただければと思います。いずれにしましても今日試乗した X350 と X500、 これだけは明確に言えますが、乗り味はこれまでの既存のハーレーのどのモデルとも似ていません。全く違うと言っても良いと思います。私は生産国の関係で若干その点を懸念していたのですが、今日乗ったり撮影した限りでは X350 とこの X500、製品のクオリティとしてはもちろんアメリカ本国で生産されるハーレーの各モデルと比べると若干落ちるところはありますが、こういった各部にですねハーレー・ダビッドソンのロゴをつけるだけのクオリティは十分に私は出ていると感じました。ということで今日はハーレー・ダビッドソンジャパンが新宿周辺で開催している X350、X500 の試乗会から今回はですね X500 の第一印象をお伝えしました。それでは。